こんにちは。イルカの息子です。今日はエブリーにカーテンをつけようと思います。工具はほとんど使いません。使っても2%程度です。よければご覧ください。まずは材料をご覧ください。これは伸び縮みするのれん棒です。70センチから120センチまで伸びます。100均で買いました。今回のカーテン取り付けはクーピーチャンネルさんの動画を参考にしましたので、クーピーチャンネルさんが使っておられた材料を適当に揃えました。のれん棒にカーテンのリングを入れます。端のキャップを外してマグネットフックを入れてキャップをつけて、この強力磁石で車体の鉄板部分に取り付ける作戦です。これは Amazon で購入しました。これはクリップナットといって車内の内張りされている部分に取り付けます。やってみます。そしてアイボルトをつけて固定します。これらも Amazon で購入しました。マグネットフックはこんなに強力にくっつきます。先ほどのクリップナットとアイボルトはこういう仕組みになってます。それから何に使うかはまだ分かりませんが、何かに役立つかと思って S 字フック、ネオジム磁石フック、マグネットなどを100均で買いました。これは100センチ ×135 センチのカーテンを2セット、ニトリで購入しました。広げてみるとかなり丈が長いです。適当に切ってその部分を一番後ろのサイドの窓のカーテンに利用したいと思います。まずリアウィンドウのカーテンを取り付けていきます。窓の上の鉄板の部分の両端にマグネットフックをつけます。のれん棒の両端のキャップを外してカーテンのフックの数だけカーテンリングを入れます。このカーテンは7つのフックがあるので7つのリングを入れます。そしてマグネットフックに入れてキャップをつけます。反対側も同じようにします。カーテンレールがちゃんと水平になるように微調整します。そしてマグネットフックの外側にリングを1つずつ入れます。カーテンをマグネットフックの内側のリングに取り付けます。カーテンを広げてみます。しかしこのままだと少し手が触れただけでカーテンが開いてしまいます。そこで一番端のフックを外側のリングにかけます。これでカーテンが開かない状態になりました。窓が台形なのか横から少し光が漏れますが、後で磁石を使って何とか考えることにします。マグネットの外のリングが落ちないように結束バンドで固定します。こんなこと今までやったことないのでかなりもたついてます。ニッパーもよう使わんといて。反対側も同じように留めます。マグネットを外してやればやりやすかったです。まあ外れへんわな。のれん棒とマグネットも結束バンドで固定しようかと思っていましたが、少しくらい左右に動くことはまあいいかということでやめました。外側のリングにフックをかけて開かない状態にしてリアドアを開けてみます。予想通りカーテンがだらんとします。
リアウィンドウ用に裾をカットしたものがあったのに、間違えて前のカーテンをつけていました。裾長いな。それ前のやつやった。どういうこと？気を取り直してカーテンをつけ直してドアを開けます。外から見るとこういう感じです。状態。カーテンがだらんとなるのを防ぐためにこの強力磁石を使います。非常に開けにくくて無理やり開けています。やっと出てきよったな。すげえ。こんだけ100円。そう。安っ。鉄板の部分にくっつけます。これでドアを開けてみます。勢いよおう、まあいいでしょう。く。まあいいだろいいやん。まあええか。横の光の漏れもこの磁石で止めて防ぎます。きっちりやな。カーテンを使わないときはこの磁石は適当に鉄板につけておきます。このようなアホな付け方はやめましょう。便利ベルそしてカーテンを開けているときはこの100均で買った便利ベルトで留めることにします。ぐるぐるって2、30に巻かなあかんと思うし、それ反対ちゃうかな。もっと二重に巻いて、それ後ろの四角が悪くなる。でも二重に巻いたらいけると思う。視界やろ。なんて言った視覚が多くなるってことね。そうそう、そういう感じ。ならまあちょっとかけるけどな、窓。まあいいかって感じ。まあそんなん別に柱と一緒にやってんねんな。まあ別にかまへんやろ、そんなん。そのまま閉めてかまへんか、これ。うわ、きっつ。サイドのカーテンレールをつけます。このクリップナットをピラーの継ぎ目に挟み込みます。そこにアイボルトをつけて固定します。そしてマグネットフックを2箇所つけます。なんか曲線のとこやな。大丈夫か。高さを合わせます。そしてここはのれん棒では長さが足りないので突っ張り棒を使うことにします。突っ張り棒の両側のキャップを外します。突っ張り棒を穴に通そうと思いますが、太い方が通らないので細い方を通します。通らへんか。細い方。回さんの。突っ張り棒。そして伸ばしていきます。そこにカーテンリングをカーテンフックの数プラス1個通します。マグネットの外側にリングを1個入れてキャップをはめます。そしてセカンドシートの方にリングをカーテンフックの数プラス1個通します。セカンドシートの横の窓の高さが後ろの窓より高いので、上からの光が漏れがないようにリングの大きさをワンサイズ小さくしました。そして前側のアイボルトに突っ張り棒を通し、外側にリングを通します。キャップをつけます。外側のリングとアイボルト、突っ張り棒を結束バンドで固定します。真ん中のマグネットフックとその両側のリングを結束バンドで固定します。サイドのカーテンをつけてみました。で、閉めてみて。閉めて固定する。
辛い。固定したリングにフックを付け直すとカーテンは開きません。開きません。サイドのカーテンを開けるときは、両端の固定リングからフックを外して真ん中に集めて便利ベルトでまとめます。あんまりカーテンを引っ張るとレールが下がってしまうので気をつけましょう。フロントカーテンを取り付けます。エブリーバンには運転席の上にちょっとした荷台があるので、そこを利用しようと思います。荷台の端にクリップナットを挟んでアイボルトをつけます。フロントのカーテンはクーピーチャンネルさんはやっておられなかったので完全オリジナルです。ここにのれん棒を通してサイドやリアと同じ要領でやっていきます。向こうから知り合いのおっちゃんが様子を見に来ました。撮影中と知り、おっちゃんは去っていきました。ちょっと大きに。外側のリングを固定するのになかなかできずに、本当にまどろっこしい。やっと固定できたのでカーテンを取り付けます。フロントのカーテンの長さは切らずに規定の長さです。このままだと前の窓が少し見えるので、適当なところに S 字フックを縫い付けてキラーのアイボルトに引っ掛ける作戦だったのですが、 S 字フックの位置が上すぎて失敗です。縫い直すことになりました。サイドのカーテンを閉めるとぴったり合います。もう一方のカーテンも取り付けます。すべてのカーテンを閉めた車内の様子です。ところどころ光が漏れているところがありますが、なんとかごまかします。ぐるりとぐるっと全体を見ます。ぐるっと。今度は外から見てみます。完璧に中が見えなくてまるで鏡のようです。まあで運転席からも運転席側からも中は見えません。怪しいぞ。車内はこんな感じです。これはニトリのセミダブルのマットレスです。もうええけど、どういうふうに広げんねん。これを引いてみます。おー、ぴったりです。大の字になって寝れます。2人で寝ても十分です。3人寝返りも打てます。でも3人はちょっと無理そうです。そしてご飯を食べるときはシートを出してテーブルにし、マットを2つ折りにしてリアドアに立てかけるとソファーになります。なんか持たれておう、これソファーになるのか。言うと思わへん。これいいな、このマットレス。ソファーにもなるやん。いい感じ。でこの上にちょっとお盆かなんか乗せたら、机の代わりになる。以上、カーテンの取り付けでした。いい考えはねさ。実際に走行してみると、サイドの突っ張り棒のバネの音が少し気になります。イルカのアドバイスにより、2本ののれん棒をつなげることにしました。
片方ののれん棒は太い方のキャップを外し、もう片方は細い方のキャップを外して、細い方の棒を太い方に突っ込みます。かなり長い棒になりました。実際にエブリィに設置します。突っ張り棒はバネの音がするので、のれん棒の方がいいとクーピーチャンネルさんもおっしゃっていたので、最初からそうしていたらよかったと思います。カーテンリングを入れて結束バンドで固定して出来上がりました。カーテンをつけて手直し終了です。これでバネの音はしません。フロントカーテンは使わないときは上の収納部分に入れておくのですが、そうするとカーテンフックはリングから外れてしまうので、フックとリングを結束バンドで固定しました。一番外側のフックだけはカーテンを閉めるときと開けるときとでリングを変えるので固定しません。これもクーピーチャンネルさんから学びました。以上、手直し終了です。